はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのは VFC の HK416D、ジェネレーション2になります。はい、こちら購入のきっかけになりますけれども、もともと欲しくてたまらなかった銃になります。以前ですね、ちょっと丸井の次世代電動ガンのデブブル、こちらをご紹介しておりますけれども、以前の動画でも言ってましたが、東京丸井さんからですね出してくれるのを待っていたというのがあるんですが、今回ですね、どうして購入したかと言いますと、ジェネレーション2と先ほど申し上げましたが、こちらになってですね、いろんな改良点が加えられたという点があって、しかもですね、実質大幅な値下げ、1万円くらい安くなってたんじゃないですかね。東京丸井のですね M4MWS、それより実質安い価格で提供されたというのがあってですね、こちらはですねもう購入した方がいいんじゃないかなと、丸井線待ってらんないといったこともあって購入してしまいました。ちなみにですねジェネレーション2っていうのは、2016年にですね発売されたバージョン2、こちらをさらにバージョンアップしたものということで、2018年の2月に発売されたものになります。まず購入して印象になりますけれども、非常に軽く感じましたね。デブブルの印象が強かったんで、実質重さは 2.9kg ということなので、かなりデブブルから比較すると軽い感じがします。あとですね、触った感触、こちら後ほどちょっとアップで見せますけれども、非常にざらつきのある感触ということで、これもデブブルとは違うかなという感じがあります。あと、剛性はですねかなりしっかりしているというのが印象になります。あとマガジンになりますけれども、以前抜き差しが非常にやりづらいといったこともありましたが、今回のジェネレーション2こちらになってですね非常にスムーズで問題全くありません。はい、あとですね、やはりガス風呂ということもあって、次世代電動ガンと比較するとですね非常にスリムな感じがいたしました。それではですね各部見ていきたいと思います。はい、まずフラッシュハイダーになりますけれども、こちらはM4 と同じですねハードゲージタイプのフラッシュハイダーになります。はい、あとアウターバレルになりますが、こちらVFC の方はですね、10.5 インチと 14.5 インチ、こちらに変換可能なですねバレルエクステンションがついております。現在ですねこちらは 14.5 インチにしております。ちょっと 10.5 インチに変えてみます。はい、こちらが 10.5 インチになります。だいぶ印象が変わる形になります。はい、こちらフロントサイトになりますが、こちらは416のですねフィクスドフロントサイト、固定式のフロントサイトになります。こちらちょっと大きいので、ちょっと今後変更したいなと思っております。はい、左側の刻印はこの通りになります。ジェネレーション2からですねこのアッパー部分、こちらですね、こちらに CR 番号が入ったとのことです。はい、ちょっと逆さになりますけれども、このトリガー付近にもですねシリアル番号が入っている形になります。はい、こちらレシーバーの方はですねジェネレーション2になってからですね CNC 仕上げということなので、従来品よりですね精度の維持が期待できるということが言われています。CNC 仕上げした表面としてですね、やはりこちら少しザラザラしたような感触があります。はい、こちら丸いのデブブルになりますが、こちら非常にツルツルしてる感じがわかるかと思います。色合いもですねこう並べてみるとお分かりですかね。丸いのデブブルの方がですね非常に黒という形になっていて、 VFC の方は少しグレーがかったような形になっております。はい、こちらグリップになります。グリップはもともとはですねこういった416独特のですねちょっと丸まった形のやつがあると思います。私どうしてもこのフィンガーチャネルが痛くてですねすぐにこれをちょっと交換しちゃいました。交換したのはですねホーグのグリップに変えております。とてもですねグリップ力もあって握りやすい形になります。はい、セーフティーレバーは左と、はい、右に回るアンビタイプになります。このセーフティーレバーなんですが、グリップを変えた際ちょっと気づいたんですけれども、このテンションをですねこの下からですねバネが出している形になるんですね。そのバネをグリップの、反動で縮めてですねここにテンションを与えているという形になるんですが、
このホームのグリップ、そこのちょうどそこのところにですね穴が開いてまして、当初つけたらですね全くクリック感がなくなってしまったと。なので今ここにですね、ちょっと見づらいですけど、アルミ板をですね入れてですね、テンションを高めているという形にしております。はい、ストックはですねこちら HK416 独特の形状のやつになります。初め購入前はですね非常に大きいかなと思ったんですけれども、実際使ってみるとそうでもなかったので、とりあえず今このまま使っております。こちらにですね、見えますかね。はい、こちらにもですね HK の刻印が入っております。はい、あとバットプレートはですねこちらゴム製になっていて、ちょっとこの中央はですね盛り上がっている形になっております。はい、右側の刻印はこの通りになっております。VFC は正式ライセンスを HK 社取得しているということなので、実銃同様の刻印だと思われます。またですね、こちら、はい、こちらボルトにもですねしっかり HK の刻印が入っております。はい、マガジンキャッチはですねこの右側のみになります。はい、こちらがマガジンになります。マガジンの総弾数は30発、非常にですね軽く感じますね。あとガスの注入口はですねこの横というんですかね、こちらになります。マガジンを刺すとですね見えないといったところになるかと思います。あとですねこのテーブ、こちらにですね HK の刻印が入っているといった形になります。ただですねこれ色がですね比較してみていただくと分かる通りですね、かなりマガジンは真っ黒でですね本体とちょっと色合いが合ってないなという感じはいたします。はい、それではテイクダウンしたいと思います。まずマガジンは抜いておきます。そしてですね、はい、こちらのピンを抜いていきます。はい、このピンを抜きます。このピン非常に硬くてですね、現状はですね手ではとても抜けなくてピンポンチで対応しています。そのおかげかですねアッパートロアのガタつきは全くないような状況になります。では開けてみたいと思います。はい、このような感じで開きます。はい、こっちゃいましたね。ボルトと、はい、こちらがボルトになります。はい、こちらがチャージングハンドルになります。はい、こちらがですねバッファーになりますが、こちらにもですねバネ製になっていて、これ リバウンドスプリングというものが仕組まれた形になっております。はい、ボルトキャリアのここですね、こちらが削れ防止の対策が組み込まれている形になります。はい、あとこのボルトはですね最近A5 が出てるかと思いますが、そちらと同型の形になるということです。はい、あとカスタムした点はですね先ほど言った通りグリップホーグのものに変えております。はい、あとですねトップレールにはですねオープンタイプのドットサイトを載せている形にしています。はい、あとハンドガードの下部のレールにはですねタングダウンタイプのですねショートフォーグリップをつけております。はい、全体の感想になりますが、この後ですね実写シーンをお見せしますけれども、そのシーンはですねもうほぼ箱出しの状態ですが、問題なく動いてくれました。思ってた以上にですねリコイルは激しいです。あと発射音も結構大きくてですね、ボルトが動く音などですね、壊れるんじゃないかなと思うほど結構大きい感じがしました。あと初速もですね、マガジンを温めればですね80台で推移していて、極端に遅くということもないです。チャージングハンドルとする際などですねまだ動きが硬い部分がかなりありますが、しばらく慣らしてみてですね清掃して、今後ですねもっとさらにカスタムしていきたいなと思ってはおります。あとですね、カスタムについてですが、ハンドガードのカスタム、これをいろいろやってみたいと思ってるんですが、どうしてもですねこのガスブロックのですねこちらですね、ここのですねスリングのですねリング、これをカットしないと、社外製のですねハンドガードが取り付けられないというのがほとんどで、今ちょっと非常に検討している状況です。ぜひ皆さん何かいいものがあればですね教えていただきたいななんて思っております。はい、ついにですね購入した
してしまったと言っていいかもしれませんが、この HK4116D、今のところですね、とても満足いくものになっております。VFC もですね、以前の問題を改良してですね、価格も国内の長物のガス風呂より安くしたなどですね、非常に意気込みを感じます。ぜひ国内メーカーにもですね、価格面もそうなんですけれども、新製品へのチャレンジ、これを早くやっていただくといったことを頑張っていただきたいななんて思っております。今後使っていってですね、また状況やですね、先ほど言ったようにカスタムした内容ですね、行ってですね、再度アップしていきたい12だと思っております。ライセンス生産ですね、実銃並みの刻印やですね、外観と、今回ジェネレーション2といったですね、内部構造が改造された VFC のですね HK416D、これ打ってもよしですね、飾ってみるのも非常に良い製品なんじゃないかななんて思っております。丸井さんがですね、もしこの 416D モデルアップした時はですね、また非常に購入を悩んでしまいますけれども、丸井さんにはですね、最近発表された HK433 っていうのがあったかと思います。ぜひこっちはモデルアップしてほしいなんて勝手なことを最近は思っている形になります。はい、それではですね、この後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで、さようなら。